今回は BST カーボンホイールを NSR に装着するノウハウ、パート2としてリアホイール編だよ。この BST ホイールはもともと KTM990 スーパーデュークで使ってたものだね。ただ元の車両がどこまで KTM 純正状態だったのかはわからないし、純正だったとしてもどんな寸法かの情報はない。そんな中でフロントホイールのコンバートは完了して以前に動画で紹介してるから、今回はリアホイールのコンバートだよ。何はともあれフロントホイールと同じで現物を測定して NSR カーボン中毒号に合わせるための加工品を作ることは前提だね。ちなみに NSR カーボン中毒号はスイングアームの一部を切除して実寸で 185mm のタイヤを履けるように加工してるから注意が必要だよ。ワイドタイヤ装着のためのノウハウは別の動画で紹介しているよ。とはいえ基本的なホイール流用に必要な勘どころは同じだから参考にはなると思うよ。それと KTM 車種用アダプターが簡単に外れそうにないんで、今取り付けてある KTM アダプターをそのまま使うよ。ちなみにこのホイールに取り付けてある 990SD 用アタッチメントは極力純正部品が使えるような寸法構成になってるみたいなんだ。車外ホイールでもブレーキ側は純正ディスクがそのまま使えるような配置やフィッティングになってるのが一般的なんだ。それに対しストロケ側は一般的な車外ホイールはホイールメーカーごとの取り付け寸法を採用することが多いよ。例えばゲールスピードやエグザクトは PCD100mm の6ケツ、マルケジーニや BST は PCD100mm の5ケツがメーカースタンダードだね。それに合わせた上でスプロケハブの厚みを調整してチェーンラインを一致させてる。だけどこのホイールのストロケ側は 990SD の純正スプロケハブが使えるような寸法構成にしてるみたいだ。もちろんスプロケも KTM 純正寸法の PCD125mm5 ケツを使うことを前提にしてるね。これについても加工製作品に一工夫が必要だね。それでリアホイールの流用で大事になることは1、アクスルシャフトの太さ。2、ブレーキディスク内外径、取り付けボルト数と PCD。 3、ブレーキディスク取り付け面のホイール中心からのオフセット距離。4、チェーンラインのオフセット距離とそれに合わせるためのスプロケハブの製作。5、ブレーキブラケットを含めスイングアーム内々寸法に合わせるためのカラー寸法。1項のアクスルシャフトの太さについては基本的に車体、つまりスイングアームに合わせた寸法にする必要がある。この BST ホイールは KTM 用に25ファイのシャフト用カラーがセットされていた。ちなみにベアリング内径は 30mm で、それをカラーで 25mm のシャフトに対応させてる感じだね。カーボン中毒号のアクスルシャフトは 20mm だから、それに合わせたカラーの製作をすることになるね。次に2項のディスク内外径、取り付けボルト数と PCD について説明するよ。 BST ホイールのディスク取り付け部の寸法は 990SD の純正に合わせて内径 106mm、取り付けボルト数5本、 PCD126mm だね。KTM の純正ディスクを使う方法もあるけど、ディスク径が 240mm で NSR の 220mm と一致しない。ネットで KTM 系ディスク取り付け寸法と共通で外径 220mm ディスクを探したけど見つけられなかった。一番近いところで GSXR1000 の一部に外径 220mm で PCD が 125mm、内径 110mm のものが見つかった。 GSXR 専用の社外品ブレーキディスクを買って合わせてみたら PCD が 1mm 違うものの取り付け穴の余裕の範囲で取り付けることはできた。ただディスク内径とホイールのインロー寸法が違ってるからリスクセンターが少し怪しくなる。安定対策として
0.5mm オフセットさせた皿穴に加工して、皿ボルトで固定することでセンターを出すようにしてみた。ここで運がいいことに BST ホイールのディスクオフセット寸法が実寸で NSR と同じ 78mm だった。なんで KTM 用のディスクブラケットに GSX 用 220mm ディスクの組み合わせでそのまま使えちゃった。3項から5項は関係が深いから説明が重なっちゃうけど、何はともあれ BST ホイールの寸法と GP1S ホイールの寸法測定だね。ブレーキディスクのオフセット寸法はさっき説明したように 990SD と NSR で同じだったからそのまま使える。ディスクのオフセットモリアについては一般的に0だからこれも共通。図面化しつつ基本的には GP1S ホイールの配置と一致させるような BST ホイール用の部品を作ることになる。BST ホイールのスプロケハブ取り付け面は中心から 80mm オフセットしてる。以前の動画で紹介したようにゲールスピード製のホイールがオフセット 100mm に対して BST は 20mm 奥に入った形だね。そうすると KTM 用のスプロケハブを今の 28mm 厚から 20mm 厚まで削り込むのが簡単な対応方法だね。ただ 990SD のチェーンサイズは525なんでチェーンサイズコンバートの520スプロケットを探す必要があるし、このホイール専用品になっちゃう。NSR 用スプロケットを使えるようなスプロケハブを自作すれば汎用性が上がる。つまりスプロケは手元にある NSR 用の予備部品を使うこともできるし、後々の交換部品の入手性も高くできる。製作したスプロケハブがこれで外側のタップがホイールにはめ込むためのもので、内側が NSR のスプロケットを固定するためのものだね。製作方法については別の動画で紹介するよ。ホイールカラーも GP1S の寸法と同じになるように製作する。今回作ったスプロケハブに合わせたインナーカラーも含めて3個のカラーを製作する必要があるね。これが製作した3種類のカラーだね。そんなカンナでホイールコンバート用の部品を装着したホイールを組み込んでみるよ。車体系小技工夫としてチェーンアジャスターにホイールカラーの受けを加工してるから、シャフトを抜いてもホイールはスイングアームに乗ってる。そうすることでホイールの交換がスムースにできる。耐久レース用のクイックチェンジャーを模倣した機構だね。チェーンガードもベータピンで留めてるからボルトを付け外しする必要はない。一応こういう寸法の合わせ込みでホイールコンバートをやってるよ。これからも DIY カスタムの情報やノウハウを動画にするからチャンネル登録しておいてね。